僕は痛いおじさんっていうのは理解してるんで、これを受け入れてくれることが大事で、理想で言うと、だからさっきの20代の若いとかも条件を出してって言われたらそこで言いますけど、別に年上の方でもいいですし、別に収入が100万だろうが1000万だろうが何でもいいんで、結局喋ってて楽しいか楽しくない、楽しいかどうかが本質かなと思う。嘘つけよ。本当マジで。さっき楽屋で違うこと言ってましたもんね。あら、言ってねえよ。なんで24以下なんですかって聞いたら、25以上は肌ツヤが良くないみたいな言ってた。怖いですね。怖い。好感度上げるく私ない。26歳なんですけうど、わ肌ツヤ良くないですか？確かにあんま良くないかも。おいおいおい、肌強いですよ。綺麗ですよ。今井さんの顔見てみよ。こいつやべえって顔してるぞ。梶山さんの理想の結婚観教えてください。はい、私の結婚観はそうですね、私の良くないところは良くないっていう風に言ってくれたりとか、なんか私がコンプレックスに思ってることもなんか面白く捉えてくれたり、ポジティブに捉えてくれたりするような人とか、あと忙しくて仕事頑張ってる人がいいです。会えなくてもそんなにたくさん会えなくてもよくて、なんか頑張ってて尊敬できる人、稼いでる方。稼いでる方に必然的になると思うんですけど、だって忙しくてなかなか会えないのにお金も稼いでなかったらなんか何なのっていう状態なので、家庭環境が良かった人、親に愛されて兄弟とも喧嘩とかもする時あると思うんですけど、仲良しでなんか愛を知ってる人がいいです。俺全部該当してるんですけど、どうしよどこがやねん。どこがやねん、そのままやねん。違う。コンプレックスを面白く捉えてくれる人なのよ。コンプレックスをストレートにけなす人だ。そう、肌ツヤがそれはジョークですよ。だからこの150センチっていうミニマムな身長をおもろくできますよ、僕。ちゃんと。あれですよ。さっきから聞いてると、何様だって感じですよね。皆さんの理想を聞いてってことですか？なんで？皆さん散々私のことをボロクソに言う割に理想いっぱい出てくるじゃん。だって可愛いじゃん、うちら。僕楽しかったらいいとしか言ってないですよ。論点ずれてると思います。どこが理想高いんですか？理想高くないですよ、皆さん。皆さんってまとめないでほしい。俺楽しかったらいいって言ってますよ。3人でもいいですけど、別に理想、みんな3人でもいい。間違ってたんだったら間違ってたって。そこは、あれですか？じゃあ謝るはやった方がいいです。詰めてあげないで大人なんで。モラハラすな。話、討論じゃないんだよ。そもそも話長いですよ。皆さんのその理想論が。なんか見失ってません？出産できる年齢の方がいい。で、家庭的な人がいいって、この条件については普通ですか？それとも45歳って年齢考えたら人間性とか全く一切加味しない状態でいいのか悪いのかっていうのは。多分弱いからダメじゃないですか。いい子供を作りたい、だから若い体がいいって言ってるけど、自分の情弱なわけじゃないですか。情弱が情弱。それ分からないですけどね。知ってるそれ。多分20代の勢いは多分ないと思う。あんま言うなよ。20代となんで比べるんですかね？自分が比べてましたよね、女性で。子供産んでほしいからただ20代の若い人がいいって。だから子供を産んでほしいから20代の若い人がいい。じゃあ女性からしても、子供が欲しいから20代の若い男性の生きたがいいっていう同じじゃないですか。全然同じじゃないですよ。何が違うか教えてください。楽屋でなんてさっき楽屋の話さっきしてたじゃないですか。ごめんなさい。何が違うか教えてください。すいません。QA に答える。何が違うか教えてください。僕が間違ってたら謝ります。いや別に謝るとか謝るの。何が違うか。子供かお前ら。わもう。小学校に行ったこういうやり取りする人。ディベートしに来てるわけじゃないんですよ。でも30代でも子供産めるじゃないですか。なのになんで20代なんですか？それは私だって健康な子供です。私なりの優しさです。優しさ。何が優しいんですか？高齢出産は体の負担になるから。それを隠して付き合って。なるほどね。だから優しさで35歳まで OK って言ってくれてるめっちゃ優しい人なんですよ。ちょっと人の話聞いてください。今喋ってるね。ごめんね。喋ってる。ごめんね。40代で子供を産むってリスクあるじゃないですか。それを隠した上でお付き合いして結婚しました。理論的には分からない部分ね、分かる部分あるかなって今井さんどうですか40でも子供産んでる人いるから、まあ一緒に頑張っていけるじゃん。そこを普通に無視して20代がいいっていうのはなんか好きとか愛の方が大事ですかね。大事だし、なんか自分頑張ってないのに人任せだなってのが思う。そう、私も同じです。なんかテイカーだなって思いました。なんか家事とかやりたくないからやってほしいとか、子供産んでほしいとか、何々してほしいばっかりで自分が何々してあげたいとか、自分はこれができますとか
が一切なくて、自分らしさみたいなのを感じられない。あと価値観がある女の子がいい。どういう価値観ですか？ちょっとしたことでいいです。あと優しくて思いやりのある子がいいですね。自分の短所は短所と長所聞きたいです。短所あります逆に。あ、そういうとこが短所です。わがままはわからないんですか本当に。なんで妥協できないんですか。さっきからわがままはうるさいんですよ。いや、わがままだからですよ、それは。ちなみに結婚相談所の専門家の方いらっしゃいますよね。アドバイスくれる方にはどういう相談をしてどんなアドバイスいただいてるんですか？私の希望条件ですね。もうやるある子だった。そしたらもう向こうは分かりました、その通りですねみたいな応援してくれるんですか？難しいとは言われますけど一生のことなんで、ここまで来たら妥協できないです。あなたに似合った女性は20代ではないです。何歳なんですか？さっき言ってた通り50代の歯抜けのおばちゃんとかじゃないですか。あれ50歳の歯抜けの人に失礼だな。あなたが散々失礼なこと言ってるじゃないですか。いや失礼なこと言ってない。20代じゃないとダメだとか、20代から35歳。誰が何好んで家事できないおじさん好きになってる。家事できないっす。家事が苦手ってやらないって言ったじゃないですか。女性に求めてるじゃないですか。苦手って言ってるだけで。じゃあやるんですか？苦手なだけ。でももうその11個下の女性に対してその向きになってる時点でもう一生モテへんから一生したらいいんじゃないですか？女の子に好かれることから始めないといけないのに、そこで喧嘩してるようじゃ無理だと思う。いやだから過去に使うってたでしょ。何を努力してるの？黙って。そういうところでも分かれてんじゃん。いつもそれは分かれるでしょ。それ多分自分の短所がすごい出たからもう無理ってなったんでしょって。じゃあこっちからですよ。こっちから見直されるし。なんでそれなんで別れたの？じゃあ浮気されたとかでしょ絶対。優しくないし。価値観違ったし。無駄な時間なんて過ごしてられないんで、こっち。別れ話はどちらからした？私です。全部私です。嘘つくなよそんな。嘘言ってもしょうがないじゃないですか。おもろい。何が嘘なんです地元の友達か。多分藤崎さんが問題を起こしたから女性側が優しくなくなって、それでなんか何でもテイカーだからこれしてくれないあれしてくれないって言って別れようって言っただけじゃないですか。いや、違います、違います。違わないよ。女性の意見が全てやから。別れって現場見てないの何言ってるんですか？現場で見てないのは当たり前やんそれ。妥協したくないから私の方がもう願い下げでした。まあそれはそうやとでもひどいよ。一回付き合った人のこと願い下げとかそういうなんか性格がなんか思いやりが足りてないなって思う。あと運もなかったなと思って。恋愛よくタイミングとか運とか言いません？それは逃げてる人が言う言葉。あと元カノのこと悪く言うやつって大体終わってんのよ。いや、終わってないでしょ。終わってるよ。どこがですか？だってかつて愛した女性のことを自分の都合で勝手に変換してるだけでしょ。変換してないですよ。事実を言ってだから昔の自分も侮辱してるよ。一回好きってなったのになんかうわ変な女でしたって自分のさ見る目ないみたいな感じじゃん。でもまあ言ってないです。価値観が合わなかったとか優しでもくなかった。願い下げとか言ってんじゃん。人もいて、その人と付き合ったから今の藤崎さんの価値観とか性格とかがあるわけじゃないですか。でその結果結婚できてないから、なんか自分をまず見つめ直さなきゃいけない。付き合ってくれてありがとうぐらい言った方がいいと思う。それはこっちのせいです。でも僕容姿で言うとなんかめちゃくちゃ悪いじゃないですか。ただ持って僕ることこれだけ見ててなんか個性派俳優に今見えてきたというか確かになんかこれだけ何を言われても曲げないでちゃんと言い返してくるQA は全部ずれてるけど、だから20代の女の子でもたまにちょっと亭主関白なおじさんが好きって言ってる子もいるから、まあ日本の6000万人女の子がいるとして別に1人2人ぐらい引っかかる人いるかもなってちょっと今。その宝くじみたいなの無理やって。いやでもなんか俺可愛く見えてきました。なんかキャラクターみたいでよくないですか？うん、なんかちまあでもょっと可愛いけど。可愛いのは分かるけど、逆に俺も肩持ちたいのは、ここまでひねくれて見た目悪くて終わってる価値観になるのって多分過去に何かあったんよ。女の子にひどい騙され方したとかすごいコンプレックスとかあるんじゃないですか？別なものですよ。だから強がんなって、ここはもう本当にフラットな気持ちで言った方がいいと思う。フラットな気持ちで本当に何もないから何もない。違うねん、なんかあってほしいねん。なんでこうなってしまったんだろうの理由が欲しいねんな今。おかしくないですよ。おかしいんですよ。みんなの反応でわかるでしょ。先ほど為国さんおっしゃってましたけども、もう本当に日本全国どこか探せば自分のことを好いてくれる20代の子がいるはずだっていうのをどれぐらいの気持ちで信じていらっしゃるんですか？ 100% です。でもさ、信じて意味ないから入った結婚相談所に。だからもうちょっと視野を広げたら多分いい人が見つかるかもしれないから、もうちょっと自分に妥協してもいいのかなって思う。じゃないとできるが一番怖いと思う。好
そのうち私みたいになります。なるか。なんないなるなる。私みたいにっていうのは私みたいに若い人がいいとか、そのうちなります。今若いから言ってるんですよ。条件はもう変えなくていいですよ。わかりました。そんなに変えたくないなら。でも自分をまず変えませんか？どこが悪いんですか？全部。全部ってどうですか？なんかさっきから全部って言ってますけど。いや多すぎてな。アラフィフ、プライド高い、お金ない、家事できない、はい、何の価値。ありがとうございます。だからカチカチカチうるさいよ。自分が価値を求めてて、ね、求めるなっておかしくないですか？おかしくないですよ。まっとうなこと言って。それがわからないならもう無理です。私はもう普通、だって35歳まで幅広げたんですよ。長谷川さんは結婚相談所通ってはい何か良かった点といいますか、ちゃんとお付き合いした方とかはいらっしゃるんですか？あ、一人いました。最終的にはなんか振られちゃったんですけど、尽くしすぎな面もあったり、学んでることはあったのですごい良かったかなと思います。やっぱり結婚まで考えたからもう一直線に好きになっちゃったんですね。家事とかも全部やってしまったので、年齢は下ですけどちゃんと婚活としてはうまくいってる方なんじゃないですか？私のよくやるんですよ。だって家事できるんでしょ。あ、無理です。だって尽くせるんでしょ。ちょっと待って、なんか今口説きが入りました。くどくなここで。散々黙れとか言ってて、よくそんなこと言いますね、逆に。なんで？覚えてますか？黙れって言ったこと。覚えてます。あ、もうダメです。覚えてないのはやばいって。藤崎さんは条件しか見てないんですか？条件だけ？条件って必ず出てきません。条件を変えたんですよね。そうです。35歳まで広げましたよ。でも一緒にいて楽しいとか、この人を幸せにしてあげたいとか、何かしてあげたいとか、一緒に協力したら楽しそうだなとか、そういうことってないんですか？とりあえず結婚したい。結婚して子供が欲しい。いやもうそれは分かったんですけど、でも結婚して子供育っていくためにはパートナーと協力し合ったりとか、どうしたら楽しく生活できるんだろうって考えないといけないと思うんそですよ。こがさっきの価値観の話なんじゃないですか？年収もそれぐらい持ってる。安定した仕事もやってるんで、別に生活には困らないじゃないですか。じゃあ若い女の子がさ、高いさブランド欲しいって言ったら買ってあげれる？そんな余裕でしょ。おお、そうなんだ。年齢が妥協しないと言ったけど、34歳ギリギリ OK だ。ごめんなさい、無理です。バカかよ。バカじゃ34歳ギリギリ OK。でも何様ですか？34歳ギリギリ OK っていうのは何のことですか？藤崎さんのパートナーになるにオーディションに合格できるよっていう。合格です。合格しました。オーディションになるあれじゃないですね。お前が書類落ちや。女優口はこっちが審査する方ですから。だから長谷川さんのオーディションで書類審査で落ちてるよっていう段階です。落ちてない。落ちてない。落ちてます。落ちてますね。はい、余裕で。まず言い合ってるあたりで全然多分いいなって思わせる努力もしてないじゃないですか、女の子。今の夫婦になったらこういう争い必要でしょ。結婚する前にやっといた方がいいです。いやだからまず急に嫌な印象を植え付けてしまったら好きになることあんまないから、まずは自分のことをよく見せようと努力した方がいいと思う。ありのままを見せてください。別にそれで無理だから努力しようって言って今井さんんの。もしですよ、藤崎さんと今井さんがお付き合いすると、そうなって付き合うまではこの性格知らなかったと、でもお金もめちゃくちゃ持ってるし、友達の時はわがままもたくさん聞いてくれた、でも本性こうだった、どうやって直していきます？切れる。多分今井さん藤崎さんと付き合ったらめっちゃ好感度上がると思いますよ。こんなに綺麗で若い子がどこプレゼこのンしてる需要のないおじさんを隣に置いてるっていうのが、多分世の中の今ファンじゃない人たちから多分めっちゃ認められるから、今後登っていくってなった時に藤崎さんと付き合うって結構ありだと思うんですけど、でも絶対なんか年金とか狙ってるみたいな感じ。年齢差で保険狙ってる。もらえるお金みたそういな。だから絶対好感度上がんないし。思わないよ、そんな小銭狙ってる子に見えないから大丈夫。しかも保険のこともらえるお金って言うな。言い方悪すぎるから。そんなこと言う人はね、もうあれ、まあ、こっちから願い下げこっちも願い下げだし、もう本当に何を努力してんのって思うよ。本当に結婚したいんだったらもっと見ないで気にするじゃん。だって見て、今日タートルじゃなかったとかさ、タートルでも別に良かったけど言ってるぐらいじゃん。だからそういう気持ちが必要、もうちょっと。一般の方に見られるお仕事されてますよね。違くって結婚相手に選ばれないといけないから、キラキラ常にしてないといけないのに、大してねんけどブクウェみたいな感じ言ってたら、で隣の女の子と喧嘩してるようじゃ無理っつってんの。キラキラする必要ない。いや、だからじゃあ選ばれないよって、選ばれたいんだろって言ってんの。なんかキラキラする以前に清潔感がない。20代の子と付き合いたいんやったら競争相手俺やで。勝てるわけないやん俺に。何を勝ってるの？本当のこと言ってないでしょ。怒ってるって見られるのは信頼です。だからそれに気づいてないのが相手ができない理由なんじゃないって、こっちからしたら怒ってるように見えてるから。
30歳以上のプロフィールの子なんて選ばないでしょ。と比べてる時点でおかしい。結婚と夫婦比べてるんだよ。例えを出してだから例えを出してるのも一緒だから。応援されると思ってきた。応援されると思ってました。もう世の中の女性がおかしいねっていう。その考えが甘いよ。